どうもこんにちは、ハッシーです。今日はですね、ちょっと料理の動画じゃないんですけれども、今僕たちがですね、活動している、取り組みについて、紹介していきたいと思います。こちらですね、こちらがですね、フードロスの食材を使った、ドリンクとなっております。簡単に言うとですね、こちらはですね、今僕が、使っているシャリを使ってですね、作ったドリンクですね。こちらのシャリとですね、福岡にある梅農家さんの梅を使った梅のドリンクとなっておりまして、とてもですね美味しいものとなっております。で、今回はですね、一緒に監修してくださったソムリエの酒井龍之介さんと一緒に動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これができた経緯ですね。はい。できた経緯というか、もう本当に橋本さんと最初出会った時っていうのが、もともと飲食店の集まりとかがあって、そこからもう本当に20人ぐらいいる、夜中のイベント的な感じだったんですけど、それを通してもう本当に普通じゃ多分合わなかっただろうなっていう異業種の感じですね。僕はもう本当に洋食で、橋本さんはお寿司の、寿司職人さんだったんですけど、その方と実際に話してるうちに、意気投合してねそうですねで作るっていうことになって、もともと僕はドリンクとかを開発してはいたんですけど、そこに関してロジックとしてあったのが、フードロス、飲食店の抱えてる問題があったので、そこをなんとか解決したいなっていうのがあったので、今回は橋本さんのこの酢飯を使って、ドリンクを開発いたしました。そうですね。はい。いや、正直僕もですね、長年ずっと考えていたことがあってですね、お寿司屋さんってやっぱりどうしてもシャリが余ってしまうんですよね。その日その日の営業でこのお米を使い切るっていうことがもうほぼないっていうか、どれぐらいシャリを使うのかっていうかですね、明確にわからないんですね。なのでいつもその余ったシャリとかをですね、まかないとかでも食べたりとかはしているんですけれども、やっぱどうしても食べきれなかったりとか、どんどん蓄積されていって余ってしまったものを破棄してしまうっていう現状が結構やっぱ僕的にはちょっと心が痛いというかで、僕たちだけの問題じゃなくて、これはもう全国にあるお寿司屋さんも多分そうだと思うんですけれども、実際僕も聞いた話で、他の店舗のお寿司屋さんとかも、シャリを捨ててるっていうふうにやっぱ聞いていたので、そうですね、やっぱり料理人としてこの食材を捨てるっていうのはどうしても心苦しいというか、そうですね。でやっぱお寿司屋さんとかは特にやっぱお米を大事にしないといけないので、お米には神様がいるっていうふうに言われてるように、それだけやっぱ大事に扱わないといけないんじゃないのかなっていうふうには思ってたんですけれども、どうしてもそういう破棄せざるを得ない現状があって、それをどうにか解決できないかなっていう話をしたところですね、今回意気投合したソムリエさんと一緒に開発することとなりました。本当にでも何気ない会話からですもんね。そうですね、本当にできないですかねみたいなね。本当にもうお酒の席で飲んで話してて、もう本当困ってるんですよねっていう会話から、じゃあドリンクできますよみたいな話になって、もうやったことないのに、いや結構でやったことないのに、結構面白かったですよ。本当ね、こんだけいろいろ今事業展開していってるけど、まさかこんな風になるとは正直僕も全然思ってなくて、その時は。酢飯でも本当に普通のやっぱりね、酢飯作るって、その寿司職人さんによっては結構味が全然違うじゃないですか。そうですね、確かに。で結構橋本さんの結構旨味がすごい強いなって思った酢飯だったんで、今回結構梅と合わせることがすごくベストだなっていうのを感じてたんで、そこと一緒に合わせて作れたのはすごい良かったかなと思ってますね。で今ちょこちょこと話が出ている、その梅農家さんなんですけれども、この梅農家さんっていうのも結構いろんな問題が
あるというふうに言われておりまして。そうですね、実際に僕がコンタクト取らせてもらったんですけど、その梅農家さんの今回は藤本翔平さんという方が北九州で梅を無農薬の梅を作ってるんですけど、はい、これまあその梅農家さんですけど、実際その自分が育てたっていうわけではなくて、そのおばあちゃんが昔から作ってた梅のその木を大事に大事にこう育てて、でそれを皆さんにこう無農薬で体にいいものを作りたいっていうことで今も作ってる方なんですけど、すごい情熱のある方で絶対にその日にできたものをすぐ送らないと嫌だっていう方で、こだわりがこだわりがすごくて、なんか逆にそのこだわりに僕が負けましたねいやすごいなと思って、逆にこれだけこだわれる人だったらもうすごい信頼できるなっていうのがあったので、まあでもそうですよね、やっぱり、まあ、こだわりをまあ、いろんな農家さんは持ってると思うんですけれども、なかなかその度合いが強いというか、そうですねこだわりが強いというか、そう、で実際にその農家さんの抱えてる問題としては、梅の、その農家さんに実際に聞いた話なんですけど、はい、梅の収穫時期って5月から7月の間なんですよね。はい、ただ九州の方ってもう本当にその期間って結構台風とかが来るので、梅がすごい落ちちゃうんですよ。で落ちてしまうと結局その消費者の方に届けられないので、なんていうんですかね、本当に畑というかそういったところにすごい梅が落ちちゃっててもったいない状態なんですけど、それをなんかこううまく有効活用というかフードロスを削減して、皆さんのこう消費者のところに美味しい状態で届けることができないかなと思って今回は開発に至りました。でやっぱりすごく青くてですね、もう届いて段ボール開けた瞬間から香りがめちゃくちゃいいんですよ。で一応あれですもんね、落ちたっていうだけで、はい、別に味は全然問題ない。いやてかむしろ落ちてるやつの方が実がこう熟して落ちてるものとかあるんですよ。だから結構本当になんていうんですかね、めちゃくちゃ味が濃いというか、普通のやっぱりスーパーとかで売るってなると、北九州の方から東京に送るとかってなると、はい、2日3日前にもう収穫の本来のその時期の日数ですね、日数の前の3日前とか4日前に取って、でそれをこうスーパーに売ったりするんですよ。でちょうど色がいい状態。なるほど。そこでちょっと時間を置いて熟成がかかるっていうんですかね。そうですね、ただそれってでももう枝切っちゃってるんで栄養がいかない抜けちゃうんですよ。抜けるんです。そうなんかなんですかね、栄養が行き届かないで結局は出荷されて、でその出荷の状態で、温度とかが上がってこう熟成されている状態のものが多いんですけど、ただやっぱりその翔平さんのこだわりとしては、その切ってすぐ届けることによって、日数を減らしてそのいい状態のところまでギリギリまで栄養を蓄えて出荷していい状態で届けるっていうことなんで、そこのこだわりがすごいなと思って。いやそれはこだわりすごいっていうか、もう無駄にできないですよ。そんだけ思いを持って作られてる方がいるっていうか、その努力そうですねを無駄にしたくないなってやっぱありますね。はいそれを今回こういうね開発にできたっていうのはすごく嬉しいなって思います。もともとはあれなんでしたっけ、その農家さん、その翔平さんとはどういうつながりが最初は？つながりとしてはもう本当に僕からインスタグラムの方でメッセージを送らせてもらって、なるほど、こういうことをやっていきたいのでなんとか協力してくれませんかっていうもう本当にダメ元ですよね。ダメ元でやって、でもその翔平さんがコメントしたのがコメントっていうかメッセージを送ったのが夜中の1時半とかめっちゃ失礼なやつ真夜中にでももうこの時間でやってなんとか明日の朝に気づいてくんないかと思って送ったんですよ。そしたらもう朝7時とかそれぐらいですか、早い時間で、もうすぐメッセージが来て、で今から取り行きますけどみたいなでもすごくめちゃくちゃ早いなと思って、もう全然
顔もお会いしてないのにすぐもう対応してくれて、もうそこの行動力があったおかげで、僕ももうすぐお願いしますっていうことで、使わせていただいてますね。いや本当素晴らしい人ですね。いやもうめちゃめちゃ早いですからね。何でもやっぱりあの方とかもこう1時間ぐらいでバーって収穫して、ですぐもう午前中の、便で発送してくれるんですよ。だから最短でも、九州なんでちょっと2日ぐらいはかかっちゃうんですけど、それでもまだ早い方、早めにそうしたらすぐ来てくれるっていう。でそのさっきから出ているその翔平さんっていう方なんですけれども、その今回のこのドリンクのこの名前ですね、この名前が一応その花椒っていう名前なんですけれども、僕が青山の方で働いている、自分のお店ですね、自分のお店がですねかりんっていう名前なんですね。で、一応その僕の使ってるシャリと翔平さんの梅、2つを掛け合わせてるっていう意味で、かりんの上の方の花っていう字と、あと梅のばさんの翔平さんの翔っていう漢字を一文字ずつくっつけて花椒っていう風に名前が決まりました。決まりました。で一応このロゴにもいろんな意味があるんですけれども、ちょっと説明してもらっていいですか？はい。作ってくれた本人に。はい、ありがとうございます。で今回このエチケットラベルなんですけど、これちょっと見ていただくと2つの枝があるんですね。でそれを交わせると1つの、ドリンクになるっていう意味もあってですね、でここに載ってるその赤い色と、黄色、緑を掛け合わせてるんですけど、これっていうのは意味が結構あってその緑と黄色っていうのが今回その翔平さんの梅を使わせてもらったものですね。それをこうブレンドして今回は作ってるんですけど、それをなんとかここに表現したかったのと、同時に梅のその花も意味合いがあって、それで赤いっていう部分もあるんですけど、で実際にその、かりんさんのですねネタですね、こういうこのドリンクを合わせて、もともとはこうマグロとかそういう赤身のお肉とかにも合わせたかったので、そこの部分をちょっと赤で表現できないかなっていうので、作ってもらってるっていうことですね。いやもう本当、もう僕なんて全然そういう発想力がないので、もう正直結構丸投げしてたところがあったんですけど、もうバンってメッセージが来てから、こんな感じになりましたってもう見た瞬間にもうわこれめっちゃいいみたいな思ってやっぱその細かいコンセプトというかこだわり、細かいところまでしっかりこだわっていただいてて、分かりやすいっていうか、もう誰が見ても分かりやすいようなラベルとなってて、本当すごいなと思って、もうこれだってもう即決します。いやありがたいです。逆にもう僕がこう口出しするようなことは何もない。そんなことない。そんなことないです。いや本当に。いやでも本当に出会いがね結びつけてくれた一つの商品だなって思ったので。いや本当でもそうですよね。もう絶対もう僕一人の力だけじゃ絶対できなかったし、意外とあの時の飲み会の時ですね。本当そうですよね。あれが全てでした。結構いろんなやっぱ飲食店さんとかも何かしらそういう悩みとか問題点は抱えてると思うんですよね。このいろんなところにこう話とかはすると思うんですけど、結局どうしていいかわからないっていうのがやっぱあるしっていうか、本当だからぶっちゃけ僕はすごい運が良かったなと思うんですよ今回。本当にどうにかしたいけどどうにもできないこのモヤモヤ感っていうのは正直ずっと思ってて、結構働いてる時とかも結構口癖とかで言ってるんですよ。やっぱりシャリに限らず余った食べ残された食材とか、もうやっぱりもうぶっちゃけそれ全部召し上がってもらうのがやっぱ一番理想なんですけど、やっぱり食べきれないというかっていう方も中にはいるんですけれども、それは仕方ないじゃ仕方ないんですけど、出来上がったその料理とか、その使われた材料とかですね、肉とか魚とか野菜とかも捨てられるためにこう生まれてきたわけじゃないじゃないですか。それはもうお米もしかりなんで全てなんですけど、自分たちがこう責任を持って命をいただくっていうのは本当にすごいもう昔からこれ思ってて、いや素晴らしいです。その思いっていうかずっとそれを持ち続けてたからこそ、その余ったシャリを
使ってどうにかならないかなっていうふうに考え続けることができたと思うんですよね。そうですね。やっぱ極力やっぱ捨てたくないし、そうですね。その思いがちょっとは届いたのかなっていうふうには思いますね。花椒の味、実際これどういう味なのかっていうことなんですけど、これ実際にこの、お店で体験した話なんですけど、お寿司ですね、実際こうマグロとかそういうのも相性良かったんですけど、結構貝類とかなんていうんですかね、ハモとか、白身の結構味がついてるこう昆布締めみたいなのが、これが一番すごく僕的にはヒットしたかなっていうのもあるんですけど、なるほど。でその後、アナゴとかウナギちょっとこう濃いめになってくると思うんですよ、味が。でそこの部分にも相性が良くて、でこれなんで基本的に何でも合う。何でも基本的に何でも合う。万能ですよ。本当に僕も何回か飲んでるし、お客さんとかにもですね、最初の今ウェルカムドリンクとしてサービスでお出ししてるんですけれども、もうめちゃめちゃ反応がいいですね、やっぱり。めちゃくちゃ反応良くて、もう何ですかね、もう本当に何にでも合うんですよ。本当に何でも合うし、もう本当に料理の邪魔をしない。もう本当それですね。で、なおかつやっぱりその梅の酸味があるので、最初のウェルカムドリンクとしてこう飲んでいただくと、その酸味って結構食欲増進の効果があるので、それでちょっと最初に飲んで、じゃあ食事するぞっていう気持ちになるっていうか。なるほどですね。なんかそういう効果もありますね。結構ね、もう氷水につけてたじゃないですか。キンキンにこう冷やし、あれぐらいこうキンと冷やしちゃって飲むのがすごく、もうこの時期とか夏の時期とかはめちゃくちゃいいなって思って。それついこの前お客様にも言われましたね。あ、そうなんですか。そうです。もう本当にもうキンキンに冷やして、で、それを飲むとやっぱ外今暑いじゃないですか。なので暑い中わざわざ来てくれたお客様とかに出すと、もうこんな結構その時めちゃくちゃ冷やしたんですよ。でそれでパンで出したら本当美味しいっていうか。よかったです。本当にもう外は暑かったけど、本当来てよかったっていうふうに。これが飲めて本当良かったっていうふうに言っていただいて、めちゃめちゃ嬉しい言葉。めっちゃ今感動してます。いや本当実際僕言い方悪いかもしれないですけど、本当僕シャリを提供してるだけなんであれなんです。もう作っていただいてるのはもう龍之介さんなんですけど、その美味しいって聞くのは僕ですからね。ありがとうって言われるのは僕ですから。確かにめちゃくちゃいいとこ取りですね。でもそれで僕はいいと思ってて、逆にそのお店に来て楽しんでもらったら一番いいなっていうのが。でもね、本当でも万能ですよね、このドリンクは本当に万能で。そう、この単体でさっきみたいにそれ冷やして飲むのもいいですし、これをお酒が好きな方はその日本酒とか焼酎とかのフレーバーとして楽しんでいただいてもいいのかなと思ってて、その日本酒とかってそんなに雑にないじゃないですか。そうですね。ただ焼酎で芋とかになっちゃうと難しいかなとは思うんですけど、なるべくこう香りがそこまで強くないものにちょっと入れて、プラスアルファみたいな感じで飲んでいただくと結構いいのかなと。でこれ実際にその酢飯と原材料的にはその山椒わさびちょっと使ってるので、その山椒のちょっとこう華やかなふわっとツンとくる鼻の抜ける香りとかが好きな方はすごいいいのかなって思いますね。しかも健康にいいですからね。そのクエン酸とかも入ってるので、梅は確かにそう純粋に体にもいい。そう、体にもいい。しかも無農薬で作ってる梅なので、火の打ちどころがない。もうそういう感じでね、健康にもいいような感じで作ってるので、どうせ体に入れるならね、いい状態になる方がいいと思うんで、そういうのを提供できたらなって思うんですね。そっか。でも本当はでもあれですね、山椒とかが入ってるから、いろんな方向にも合うようになったのかなって今ちょっと思ったんですけど、やっぱりそのお寿司屋さんとかって、最初その味の軽いっていうか、魚の白身とか、そういう味の軽いものから始まってだんだんとこの温度が上がっていったりとか、味が濃くなっていったりとか、油の強いものっていう風にコース形式っていうんですかね、そういう風に
どんどんこうグラデーション的に変わっていくにつれて、それに合わせるお酒とかも吟醸系の軽いものからどんどんこう大吟醸系に上がっていったりっていう風な流れにもやっぱなっていくんですよね。やっぱどうしてもこの最初は軽いものから、お酒もやっぱ軽いものからうまみの強いものとか重たいものに上がっていくっていう風な流れが結構あるんですけども、もう必要ないですね。これ考える必要ないです。いや本当にもうペアリングすべてこれでそれはだからこれを使って逆にそのお酒と割っていろいろそのブレンドして違う合わせ方っていうのも面白いかもしれないです。同じ商品だけど、こうアレンジすることでまた風味が変わりますよっていう感じも面白いかもしれないですね。やっぱめちゃくちゃ言われますね。今のこの緊急事態宣言中でお酒提供してないんですけど、よく来られる常連のお客様とかは家に持って帰って、実際にそのお酒で割って飲むとめちゃくちゃ美味しかったっていう本当ですか？言ってますし、やっぱその来てくれたお客様とかもやっぱこれなんか割ったら美味しそうだねっていう風に、もう本当基本的にやっぱお酒飲む方が多いんで、うちに来るお客様って。なんでこれ絶対割って出してよみたいなって結構言われますね、本当に。マジですか？嬉しい。でもそれぐらい万能っていうか、もうさっきから万能しか言ってないけど、いやもう本当にでもめちゃくちゃ飲みやすいし美味しいんですよね、これ。そうなんか変なこう固定概念を抜いていただけたらなと思って、酢飯を使ってるので、なんかそこでっていう、やっぱ最初そういう顔になるんですよ。で最初そういう顔みたいなね、なりますね。大丈夫なのっていうか、しかも言い方っていうか、伝え方が悪いと、その余ったシャリっていうふうにやっぱ言っちゃうんで、それで余ったシャリなんでしょっていうふうに言われることはないですけど、そういうふうに直接言われることはないですけど、そういうふうに捉えるお客様もいるのかなってちょっと考える時がありますね。だから言い方もっと変えるべきなのかなとか、いろいろ考えてものは言うようにはしてるんですけど、実際その事実っていうか、結局そのフードロス、余ったシャリをどう活用するかっていうところなんで、やっぱ余ったシャリを使うっていうのが本来の目的なのでですね。そうですね。それでどこまで美味しくできるかっていう話なんで。今後そういう今回は夏限定でこういう梅を使った商品で今回はやりましたけど、その